エンドラボへようこそ。ソニック屋の遠藤です。エンドラボってなんだよっていう方いらっしゃると思いますが、実は過去に2度ほど1年ぐらい前ですかね、やっていたんですが、ワクワクとクリエイティブをキーワードにソニック屋製品の、新機能や役立つ Tips、あと近況なんかを、お伝えする動画で、ございます。で、開発業務が忙しくなってしまうと、ついついこの動画作りがおろそかになってしまって、ちょっと反省しているんですが、背景を凝ったり、台本をバッチリ準備したりっていうことをやっていると、思い立ったらすぐ動画撮影みたいなことができないので、今試験的にここ僕の会社の自分のデスクですぐに録画して配信するっていうような体制でやっていこうと思っております。何しろ一番その大切なのは役に立つ情報使い方であるとか、そういったものをユーザーさんにお届けできるっていうことなので、肩肘張らずになるべく普段着なトークで定期的に動画配信していけるようなそれを習慣化できるようなことを目指してちょっとやっていこうと思っております。やりながら日々いろいろ背景とかをもう少し何とかするとか改善できたらいいなとは、思っております。では改めましてエンドラボへようこそ。今日のテーマはライブ 8-bit ワープスを使ってライブで使えるかっこいい技を5つ紹介したいと思います。スタンダードなものからちょっと変わったものまで、僕が実際に使うものを5つまとめて紹介したいと思います。1つ目がスタッターを使った、やり方なんですけど、ちょっとプラスアルファのテクニックを紹介します。で、2つ目がディレイを使ったテクニックですね。で、3つ目は LFO のピッチの LFO を使った技。で、4つ目がリリース&デチューンを使った技ですね。で、あとは、最後はちょっとライブで使うにはちょっと変わってるかもしれないんですけど、トランスポーズを使ったライブの技を紹介していきたいと思います。じゃあ早速1つ目から。それでは1つ目はスタッターです。スタッターは、こんな風に押しているステップが鳴り続けるようなものです。これノート情報が入ってないところも、ノート情報がないところを押すとこの給付を再生するっていう形なんですけど、この特性を生かしてみたいな感じで給付も織り交ぜると面白いかと思います。さて2つ目はディレイの SFX 的テクニック。SFX っていうか、もうマシンガンのようにダダダダってなったり、テープエフェクトのような使い方ができるやり方を紹介します。また手元に切り替えて、エフェクトをテープじゃなくてディレイにします。で、ディレイにするとここの、LFO のところのサブパラメータ、これエフェクトのスピードとアマウントってなってるんですけど、こっちがディレイタイムでミックスです。で、これですね、変えるためにはサブパラメータなんでシフトを押しながら回すんですけれども、シフトをしながらだと両手で操作ができないんで、ファンクションキーを押しながらシフトを押すとシフトがホールドされます。これ便利なんでぜひ使ってください。解除するときはもう一回シフトを押せば解除されます。で、こうして、で、おすすめはですね、これ、大体どの辺だろう、30ぐらいとか、この辺はちょっとざっくりなんですけど、これにして、
ミックスは0にしておきますね。で、鳴らして、ここぞっていうところで、このミックスをマックスにします。ちょっとゆっくりだったかな。みたいな。で、このミックスを上げた後にタイムを動かすと、なんでしょう、テープっぽい効果とかが作れます。みたいな。面白い。楽しい。けどこれシーケンサーはもうずっとこう動いてますんで、自分がテンポ感見失っちゃっても、なんかここぞっていうらへんでこのミックスをパッと戻すとかっこはつくと思います。ちょっとやってみましょうかね。ここだ。あ、ちょっと遅れた。ちょっと遅れちゃったけど。まあこんな感じです。で次はピッチ LFO ピッチを使った DJ 風テクニック。これナムショーで今年じゃない去年のナムショーでやってたらかっけーって言われて嬉しかったんですけど、ちょっと待ってくださいね。じゃあこいつやってみましょう。ここがピッチになってるんで、まあ普通に持ち上げるとこっちがレートで、こっちがそのかける強さですね。で一番簡単なのが、まあとりあえずレート真ん中ぐらいまで持ってっちゃって、もうワンノブでこのピッチをドカンって真ん中にするかマックスにするか、まあ、僕は大体このどっちかでやることが割と多いですね。まああとこっちを微調整したりすることもありますけど、レートをちょっとなんかこうスクラッチしてるみたいな、そんなイメージ。レートが大きめだともっとこんな感じの音になって、これも面白いですよね。ちょっとスクラッチっぽい感じで楽しいです。じゃあ次はなんだ。次はリリースとデチューンを使った技ですね。これはデチューンが0だと音色の変化を、うまく利用したやり方ですね。例えばですね、こうデチューンが0以外だと、割と厚めの音になってくれて、でしかもこうリリースが効いてると、こんな音ですね。これと僕が面白いと思ってるのは、リリースを0にしちゃってもちょっとゲートだけで鳴ってるみたいな、こういう音じゃなくてこういう音で、これと相性がいいのがこのデチューンが0の時の音、もうピコピコサウンドみたいな感じ。これ面白いですよね。でこの音とこの音結構違うと思うんですよ。これをライブで割と切り替えますね。そう面白い。でこれ注意すべき点があって、注意すべき点っていうか、リリースがものすごく上がっちゃってると、このゲート切り替えても変わらないよっていう風になっちゃうんですね。ゲートの効果が一番得られるのはリリースが切ってある時
これちょっと豆知識ですね。はい。で、最後、5つ目ですね。トランスポーズ。トランスポーズはパターンを、待って、画面を切り替えるのはもう慣れなくてすいません。トランスポーズを使った技ですね。トランスポーズ、ライブの8ビットワープスに作ったパターンを、1オクターブ上げたりとか、これはもう、半音単位で上げたり下げたりできるんですけれども、そういった機能がトランスポーズがついてまして、それ実はライブでも使い勝手がいいように設計してるんですね。リアルタイムに変えられ、リアルタイムというか、パターン単位、パターンの切り替わった瞬間に、トランスポーズも切り替わるみたいな風に設計しているんで、転調みたいなことが割と事前予約することでできるんですよ。ちょっとやってみましょうか。実際ポチッとなってやって再生でファンクションキーを押しながらトランスポーズキーを押します。でこれ今0なんですね。じゃあこれをちょっと転調させたいなと思ったら6とかにするんですよ。こんな風に。ちょっとまだ変わってないですね。音次ここで変わる。これかっこよくないですか？これライブで使ったりしたらこれ結構かっこいいと思う。じゃあまた今度はもう一回上げちゃいましょうか。だから割とゆっくり操作して大丈夫なんですよ。ほらかっこいい。これ使えると思うんですよね。ただファンクションキーでトランスポーズ表示させておかないとダメなんですけどね。ぜひご活用してください。はい。ということで今日は、ライブ8ビットワープスを使ったライブで使えるかっこいい技を5つご紹介しました。ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。あと質問や、リクエストなどございましたらコメント欄にコメントをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。